現時点今は1時30、1時43分です。4月10日でございます。今日お話ししていきたいのは、今いろんな日本人の方がおそらく多分短期投資で買ってるんじゃないかなと思うんだけど、買うべきではない。今は危ないチャートのビットコインです。今はコインチェックによると販売比率が購入が 87% に上がっています。僕はこれを毎日今まで見てきました。ここの数週間見てきて、ほとんど特にこの1ヶ月2ヶ月ぐらい程度でビットコインが今まで上がってきたところを見ていると、ほとんどこの販売比率はすごく低かったんですね。特にビットコインが3月末から4月の上旬ぐらいまで上がってきたこの2、3週間、この販売比率が非常に低かったんですね。あんまり日本人はビットコインを買っていなかったと思います。だけど、この頃この販売比率を見ていると、やっぱり高くなっています。で、皆さんこれは危ない兆候だと思います。今、仮想通貨でビットコインもイーサリアムもチャートは非常に危ないし、MACD は下落トレンドになっていると思います。実は僕はプライム登録の皆さんに、これは空売り、これから下落するというふうな考え方を示してきました。僕は特にイーサリアムに強く警告し始めたのが、この MACD が下落始めた4月5日ぐらい時点です。なので、今これを買っている方は、これ非常に危ないと思いますので、皆さん気をつけましょう。もちろん仮想通貨は長期投資としては面白いと思いますよね。まだまだ仮想通貨、僕はビットコインはこれから上がり続けると思います。今は、42,751ドルでありますけど、これがいつか10万ドル以下以上に行くことは思ってますし、特にイーサリアムの方も今は3000ドルですけど、いつかは1万ドルに行くこともまだ思っています。だけど、今は短期的にはチャートは非常に危ないと思います。それで皆さん、特に今の今週末の動きも少し見ていきましょう。イーサリアムと、ビットコイン両方とも今週末は非常に静かです。1時間足のチャートを見てみると、特に9日から見て、ここは9日の朝の3時ですね。なので本当ここはニューヨーク相場がまだ空いている時からの動きを見ると、ボリュームがほとんどない。だけど小さな反発をしています。この24時間でビットコインが 0.54%、イーサリアムは 1.16% と上昇してます。買い圧力があまりないし、今は下落トレンドなので、逆に僕は逆のポジションを取っています。で、もちろんまだここを見てみて、いろんな仮想通貨のコインは僕はまだ過小評価だと思ってますね。IOTA とか、ユニスワップとか、チェーンリンクとか、特に同時コインがこの頃そんな過小評価じゃないんですね。だけど、特に I think IOTA とかユニスワップとかチェーンリンクとかは見ると、特にさっき見たところ、IOTA の方だとまたこの50日の平均を下回ってしまったので、特にこれがすごく過小評価かなと思っています。はい。XTZ もこれもかなり過小評価ですね。いろいろ過小評価のものがあるんですよね。だけど、今下落しているナイフをキャッチするより、チャートが安定したときに、その後に安くピックアップした方がいいんじゃないかなと僕は今考えていますので、今手を出すより、もうちょっと様子を見て、もうちょっとこの下落トレンドが終わってから、その後に長期投資、それとも短期投資を考えてみることが、もっとそちらの方でリスクリウォードが高い戦略と思っています。で、特に今週これからの数日間で、アメリカのインフレ指数も出ると思いますけど、これからの仮想通貨の動きはおそらくナスダック、アメリカの米国株の特にハイテク指数と大きく連動すると思いますので、今まだナスダックは金曜日もそうだったし、木曜日もそうだったし、これ今3日連続でナスダックが続落をしているので、今は売り圧力であります。で、今は仮想通貨はナスダックとかなり相関が高いので、ますますまだ警戒感を今高めるべき、まだまだ短期的にはこの仮想通貨は危ない時期。だけど安定した時に、その時には安くいろいろとピックアップできるかなと思いますので、皆さんその考え方ですね。Wait and see、ライオンはじっとして時々待つ。で、アタックがいい時にその時にアタックする。そういう考え方が今妥当と思います。